僕らがクレーム言われたらどうする？江口さん、あのアニメのキャラ全然合ってないんですけどそれはもう腹立ちますよね。仕方ないじゃないですか、オーディションで選んじゃった。そうですよ、もう選ばれたんですからね。なんと言われてもハワイに行った時に来たバカキラキラの刺繍が背中にパーっていつ切るんだっていうやつで、ちなみにこれおいくらなんですか？お店で売ったら90万なんですけどお店で売ったら90万なんですけど、これはせっかくバー来たんやから、ちょっといろいろさ、確かに飲まれへん酒を飲みたいもんね珍しいものとかってあったりするんですか？今シェリーって言われて、シェリーナルが強いのはこれですね。グレンドロー家にいっぱいあります。大好き。これがですね、マッカランの味がするって言われてる同じ製法で作ってるやつなんですよ。これの25年めちゃくちゃうまいんですよ。20もう3本飲み切った。これは永遠に飲める酒なの。永遠に飲める酒永遠に飲める酒なんてこの世にないんですよ。俺びっくりしたもん。だって開けた瞬間もうここまでになってたからいやそれは早すぎる。と思って蒸発早っと思っていやマジでうまいからこれは。じゃあちょっと飲んでみたいっすね。飲むな。いらっしゃいませ。ああ、なるほどね。オプションはだってさ、ものすごいいいワインをものすごい安い値段で出してくれてて、その30代後半はだからワインにハマってたから、いいワインをそこで安い値段で飲ませてもらってた。今僕、こっちだと思ってもう完全にイカれてたね。こっちで今見てたけど、僕って飲んだらおいしいって結局違うと思ってそうなっちゃうでしょ。そっち飲んだらそうなっちゃうんだよね。甘っ。美味しいでしょ。これ無限に飲めますねこれ人気はあるんですか？知る人ぞ知るジャンルになると思いますよ。そんなにメジャーじゃないです。やっぱり目つけた人が。そうね。2年前ぐらいに言われだしたんですよ。ちょうどそれ。あ、そうなんですね。極端な、俺たちもそうだけど、極端な知識を持ってる人が店をやるから、もうそこの店行くだけで知識を得れるわけよ。なるほど。ワインのお店だったらワインの知識を、そう知ってる人に聞くのが一番いいからね。お酒を飲みながら勉強しに。そうですよ。カメラもそうだからね。そうですね。俺がカメラに迷ってる時に俺の知識を持ってる人がいたらね、あの頃に、そう20代30代の頃にいたらこんな風になんなかった。こんな風にじゃないんです。いやでも結果いいものが手元にあるわけじゃないですか。いいものだけとは限らないのよ。江口君同じだなって思ったところ、やばいとこは、サイズ違いで買った時も返品しないで、じゃあ M 買って合わなかったから L 買おうって考えっていうのがダメなのよ。もううちそれでいっぱいあんのよ結局ちっちゃいサイズのやつって人にあげなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そうですね。あれ一般の人って返品するらしいよ返品して交換する。そうなんですって。返品したことないのかな。確かになんか手間ですよね。手間っていうか本当に自分が頼んだ時はこの体だったのかもしれないって思っちゃうでしょ。まあ確かになんか返すって申し訳ないな。太っちゃったのかなクレームとかもね別にね言うのもね。そう向こうもご商売ですからね。いやそうですよ。だから僕らがクレーム言われたらどうする？江口さん、あのアニメのキャラ全然合ってないんですけどそれはもう腹立ちますよね。仕方ないじゃないですか。オーディションで選んじゃった。もうそうですよ。もう選ばれたんですからね。なんと言われても全然合ってないんですけど、私が読んでた漫画の声と違う大体それは言われますよね。でも結局こうみんながゴーサイン出した正解なんだよっていうのがやっぱりいまいち分かってない。本当に正解なのかしらってなったらどうする？いやもうこのあなたはもうその世界線に生きてるんだよっていう。もう強いな俺だったら無理だいらっしゃいませ。今まで買った中で一番後悔してるものとかってまだ家にあるんですか？後悔してるもん毎日ですけど、まあ洋服とかは毎週とか同じ洋服屋さんに買いに行って、今日どうするって言ったら
今日これ入ってきましたつって買うじゃないですか。正直春の頭から買い出して半分ぐらいまでいったら買い尽くすんですよ店を。でも買っていったらもう半分ぐらいでなくなっちゃう。でこの半分の時をじゃあどう過ごすかっていう問題になるわけで、自分で欲しいと思わない服とかを延々買い続けるわけよ。ここは次の季節が出るまで。ここの服って着ないよねこれが1年間に4回今日着てきたこの革ジャン、この革ジャンもかっこいいっすよ。これですけど、5年前に買って今日初めて着ました。これってなんならずっと着ているなんかお気に入りのものだと思ってたんですけど、5年前の革ジャン着ね。朝取ったタグです俺たちってイベントとかで使うために洋服買うでしょ。そうですね、そうですね。暑うて着られへん革ジャンなんか。革ジャンは一番着ないですよねもう小野坂さんの家に行きたいもん。僕もこういう話あってハワイに行った時に来たバカハワイに行った時にやっぱり路面店っていうね、いろいろあってマネキンが着てた服が来ました。で、あの服かわいいなと思って入って、英語と日本語も喋れるスタッフさんで、いいね。でなんかいろいろ見てたら、うちさんじゃないですか。いやいや知らないです。うちさん僕のこと1ミリも知らないです。お店の中見て回って、あれあのマネキンのやつないなと思って、ですいませんと、あのマネキンが着てる服って何ですか、あれはショーで使ったやつで一点物なんです。うわー、騙されてる顔してる。でそのショーで使ったその一番最初の要はまあ0号機だから、これを元にしてね、こっからのシーズンをやりますよ。だから正規の商品じゃないので、売る値段よりもちょっとお安く売れますと。あれが聞いても騙されてますよね。もう本当に有名なところだったんで、それの路面店だったので、まあグッチとかね。そういう意味です。もうサンローランです。サンローラン羽織っていいですか。で羽織って日本人離れした身長ですからね。かわいいみたいな。毛皮？いやもうジャケットですね。ボンバージャケットみたいな。キラキラの刺繍が背中にファーっていつ着るんだっていうやつで、割とね派手やからね、あそこは。めちゃくちゃ派手なんですよ。でちなみにこれおいくらなんですか。お店で売ったら90万なんですけど、お店で売ったら90万なんですけど、これは65万。すぐプライス。全部プライスダウンしてるやつばっかりなんですよ。ちょっと俺の話のとこにそれかぶせてくれやめてほしいな。で分かりましたと、じゃあ僕あさっても来るんで、その時までにそうまだ止まってますね。あさってまでに来て、もし売れ残ってたら考えさせてください。でずーっとでももう聞いた話だなこれ。いやでも本当にもうそこから出た瞬間からもうずっと心にあるんですよ。まあ結果買ったんですけどそれを着て、日本のサンローランに行ったら、うわお客様それ着てんすかっつって。僕も実物は初めて見ました。初めて見ましたって言った。でもこれ気をつけた方がいいですよ。本当にこれをもう狩られる可能性があるから。エアマックスみたいな。だからあんまり着ない方がいい。それもなんで持ってこなかったのそれ。いやこれがさらにあるんです。それを普段着たら一番初めて着た時に移動中に引っ掛けてビリッてそこからもう気持ちが泣いちゃって隠してます、家の中に。いやサンローラン持ってったら直してくれるよそれって。いやと思うんですけどね。偽物だから持っていけないの。偽物じゃないんすよ小野坂さん、偽物じゃないのよ。マスターに聞いてみどう思いますかって。さあどう思いますか。偽物だ。
早いだから理解度が早いんですよマスター。うわ怖い小野坂さんのナレーションの学校へ行こうの時代めちゃくちゃ見ててめちゃくちゃおもろかった。今日の学校へ行こうは新企画っつってね。新企画チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。